はい、こんばんは、うにまるです。今日は上がりを増やすイーシャンテンの秘密という動画を作りました。この動画を閲覧するメリットは以下のようになります。上がりを増やすために必要なイーシャンテンの重要性がわかる。イーシャンテンの4つの形がわかる。イーシャンテンで間違わない打敗をするために必要な考え方がわかる。相手の待ちを限定する考え方がわかる。ここで簡単に自己紹介しますと、麻雀歴は9年ほどになります。オンライン麻雀天宝の最高段位は九段です。新宿歌舞伎町のトンプー線のお店で3年間働いていました。また生放送で100人近くの配布検討の実績もあります。なのでこの動画の内容もある程度は信頼に足りると思います。では早速本題といきたいところですが、その前にまずイーシャンテン自体を知らない方のために、まず定義を説明します。定義は、必要な牌があと1枚来ればテンパイになる状態のこと。これを、イーシャンテンと言います。例えばこういうのになります。こちら、次に6、9万か一数ピンが来ればテンパイと。このような状態をイーシャンテンと言います。また、このような形のイーシャンテンもあります。詳しくは後ほど説明しますので次に行きます。では本題に入っていくんですけども、まずイーシャンテンを学ぶ重要性についてお話しします。そもそも論ですね。麻雀でいい手をたくさん上がりたいと、そのためにはどうすればいいかといった疑問が皆さんあると思うんですけども、その答えはより良いテンパイですね。両形高打点のより良いテンパイを可能な限り早く作るといったことが答えになります。良いテンパイを早くですね。で、このテンパイというのに一番近い状態がイーシャンテンなんですね。なので、そのイーシャンテンの形を理解して、イーシャンテンで間違わない打敗をすることが、たくさんのいい上がりにつながるといった風になります。では、イーシャンテンの4つの形をこれから紹介していきます。で、これは今回の動画で一番重要な部分になりますので、もしこれから紹介する4つのイーシャンテンの形を、もし今まで知らなかったのなら、今日必ず覚えて帰ってください。では、受け入れの狭い順に紹介していきます。余剰牌型、完全形、ヘッドレス、くっつき。これらは下に行けば行くほど強いイーシャンテンになります。で、イーシャンテンは以上の4つのうちのどれかに必ず当てはまります。では次のスライドからは一つ一つ詳しく解説していきます。では4つの形のうちの1つ目、余剰牌型について説明していきます。でまずこちらの配置をご覧ください。こちらのペイが余剰牌なので余剰牌型と言います。で、このようなペイは、遊んでいる牌とも言います。もしくは、テンパイに直接関係のない牌です。で、こちらの受け入れは6、9万と一数ピン。この4種が入った時にテンパイとなります。では続いてこちらです。で、2枚目はこちらは、愚形のパターンでして、で、余剰牌が赤ウーピンといった風になります。で、この赤ウーピンは、このように遊んでいる牌が両形変化に使えたり、打点上昇変化に使えるといった特性を持つ場合もあります。しかし、この赤ウーピン自体はテンパイの受け入れには関係ないので、チーワンとリャンピンとパーソーが直接的なテンパイの受け入れとなります。では、2つ目の形に行きます。完全形。で、まずこちらを見ていただきたいんですけども、こちら先ほどと違うのは、ペイがチーワンに変わった形になります。で、完全形の特徴としましては、遊び牌がないということになります。と言い換えるなら、すべての牌がテンパイ枚数を増やすために機能しているという風になります。なので、こちらの受け入れは、先ほどに比べて、チーワンとパーソーが増えた6種になります。では続いてこちら。こちらも、すべての牌が機能しているので、こちらも完全形に含まれます。で、受け入れはウッパー1と一数ピンの4種類になります。では3つ目の形に入ります。ヘッドレス。ヘッドレスというのは
頭がない、雀頭がない状態のイーシャンテンのことを言います。例えば、こちらの配子。こちらの配子、3面図はあるんですが、雀頭のない形です。で、こちらの具体的な受け入れは、6から9のマンズと1から4のピンズなんですけども、ただしヘッドレスは受け入れ自体は広いんですけども、弱点がありまして、こちらの場合ですと、ロー1、9番、E ピン、スーピンが入った場合は短期テンパになるという、具形テンパになる受け入れも多いといった特徴があります。では続いてはこちら。こちら上と似ているんですけども、パーソーがあんこになっています。で、こういった形をあんこヘッドレスというんですけども、こちら受け入れ自体は上と変わらないんですけども、こちらの場合ですと全てどこが入っても両形テンパイといった風に、ヘッドレスの弱点をカバーする。あんこがあるときはヘッドレスの弱点をカバーするという特徴を持ちます。このようなあんこヘッドレスはとても強い形ですので、ぜひ覚えてください。では4つ目の形に行きます。くっつき。で、まずはこちらをご覧ください。で、くっつきの特徴としましては、受け入れ枚数がもう今までの紹介したやつと比べて段違いに多いということですね。でも例えるならもうイーシャンテンの王様と言っても過言ではないです。で、こちらの具体的な受け入れは、5から9のマンズ、で、1から5のピンズ、あとパーピンの縦受けになります。で、このように、くっつきは、繰り返しますが、受け入れが一番多いイーシャンテンになります。では続いてこちらの下の形なんですけども、こちらはくっつきの中でもさらに強いくっつきでして、マンズがこれ4連形という形、で、ピンズがこれが中膨れという、2つとも強い形ですね。で、これらは、受け入れ枚数はそんなに上と変わりはしないんですけども、両形テンパイの受け入れが、両形テンパイの受け入れ枚数が、すごく増えるといった特徴になります。で、こういった4連形とか中膨れとかをイーシャンテンの段階で使えるというのもくっつきの特徴になります。では続いては、イーシャンテンで間違わないためにはというお話をしていきます。具体的には、実践で何を切るか迷った時にどう考えればいいのかというお話ですね。で、まず1番目としては、一番受け入れの広い打敗選択をすれば間違いは少ないだろうという考えを持ちます。で、これ、括弧して80点打敗の考え方とあるんですけども、この80点打敗の考え方についての動画は、また前に作った動画がありますので、動画の説明欄にですね、リンク貼っておくので、そちらを参照してください。で、2番目として、受け入れが広いのはくっつきの形と、先ほどもこれは説明した通り、くっつきは一番広い形になります。なので、まずは、くっつきテンパイに取れるかを探すということが重要になります。それでもし、くっつきテンパイを探してダメだったら、ヘッドレスを見つけるようにする。で、完全形、余剰灰型と順番に見ていくことになります。では、具体的にどのようにやるかというのは、次のスライドから練習問題をやっていきましょう。まずはこの形。すごいいい手ですね。まずは打敗候補としては、C1、ウーピン、ローピン、ローソーのこの4択あると思うんですけども、何を切るかという問題と思いきや、この C1、ウーピン、ローピン、ローソーのうち、くっつきのイーシャンテンに取れないのは一つだけあります。くっつきのイーシャンテンに取れないのが一つだけあります。さあ、それは何切りでしょうかという問題を出します。さあ、少し考えていただいて、さあ、どれがくっつきの形に取れないでしょう。逆に言えば、くっつきの形に取れないということは、一番悪手ということになるんですけども。はい。ということで正解は、ウーピンでした。で、ウーピンの形は、4つの形で言うとヘッドレスに分類されます。で、他の C1、ローピン、ローソーはそれぞれくっつきテンパイになります。ちなみに正着は、ローソーになります。で、形で見るとローソーを切るとローピン数1、C1 のくっつきといった風になりますね。これが正着となります。ただし、受け入れ自体が多いのは、ローピンなんですね。ローピン切りが受け入れ自体が多いです。ただ、この場合は、両形テンパイの枚数が、ローソーを打った方が多いということで、正着はローソーとさせていただいております。では、続いての形はこちらになります。で、こちら、あんこがあってごちゃごちゃしてる形なんですけども、打敗候補としましては、リャンマン、スーワン、ローワン、スーピンあたりだと思うんですけども、ではこちらで一番受け入れの広い打敗を選択してください。まずは、一番広いのはくっつきテンパイなので、何を切ったらくっつきテンパイになるのか。実は3つくっつきテンパイあるんですけども、3つくっつきテンパイあるにしても、どれを切れば一番広いくっつきになるかというところまで選んでいただければと思います。さあ、ということで、じゃあ4つのうちの一番受け入れの狭い順から回答を出していきます。
でまずは数万切りです。でこちら、イーシャンテンの形としましては、ヘッドレス。先ほどやったあんこヘッドレスの形になります。で、受け入れ自体は、7種25枚。それでもあんこヘッドレスなので、まあまあ広い形になります。では続いて、数ピン切りですね。でこちらは、形としては、リャンマンとローワンのくっつきという風になります。で、受け入れは、書いてある通りですね。で、続きまして、ローマン。こちらは、リャンマンと数ピンのくっつきテンパイと見ることができます。で、いずれも数ワンヘッドのくっつき2つという風になりますね。で、最後、こちら正解になるんですけども、正解はリャンマン切りになります。で、こちらは、数ワンが頭のローワンと数ピンのくっつきテンパイといった風になります。で、このようにですね、同じくっつきテンパイ同士でも、くっつく範囲が、3から7の範囲ですね。3から7の範囲がくっつきとしては強いわけですね。よって、数ピン切りとローワン切りは、くっつき候補にリャンマンがあるんで、リャンマンは3から7の間に入んないので、くっつきとしては弱いんですね。1と2、8と9はくっつきとしては弱い。3から7はくっつきとしては強い。なので、3から7が2つ入っているローワンと数ピンのくっつきであるダリャンマンが正しい答えといった風な考え方をします。続いては最後のトピックになります。町を限定すると。で、これはどういうことかというと、リーチ宣言杯及び川の情報から、リーチ者のイーシャンテンの形を推定したり、限定することで町を限定することができると。と書いてあるんですけども、これだけじゃちょっと分かりづらいと思うので、次のスライドで具体例をお見せしていきます。はい。では、こちらのスライドになるんですけども、今、問い面がリーチと言っております。まずこの状況を整理しますと、トーン1局のリーチしている人は親です。で、親がその5巡目で、2枚切れのトーン、つまり安牌のトーンを切ってリーチしているという状況になります。で、これ結論から言いますと、この親の町は、両面以上の良い町で、トーン以前に切っている範囲ですね。数ピン3ワン、両像の外側はほぼ通るということが言えると思います。で、この動画を見ている方には、この結論がわかる方もいらっしゃると思いますけども、なぜこのようなことが言えるのかというのを、イーシャンテンの形を考えるといったアプローチで、これから解説していきます。ではこれから親が、一巡前にどのような形で数ピンを切ったのかという配置を、推理していきます。ではまずこちらの配置。でこちらはイーシャンテンの形としては4乗配型の形でして、でもう形がもう両形の十分形ですので、こちらからは数ピンを切るのが正しくなります。この形に特に矛盾はありません。で続いてこちらの2つ目の形で、先ほど私が両面以上の良い町であると言ったんですけども、この場合こちらの廃止はありえないということになります。でなぜありえないのかというと、1巡前にこれは数ピンではなくトーンを切るからですね。でなぜトーンを切るかというと、マンズの形がパーローワンとあって愚形の形なので、両形変化を見たいということで、数ピンはトンよりも後に切るはずだからですね。よって、2番目の廃止は4乗配型ではあるけども、これは否定できます。はい、続いて3つ目の形になります。こちらは、完全形の形になります。こちらも結論から言うと、1巡前に数ピンは切りません。なぜなら1巡前にこれはトーンを切る形です。数ピンを切ると、数ピンと E1 の縦受けの形が減ると。で、この場合、5巡目という早い順目なので、普通は受け入れをマックスに取るので、こちらの完全形ではないということが推定できます。では続いて4つ目の形ですね。でこちらは、ヘッドレスになります。でこちらも同様に、1巡前に数ピンを切ってしまうと受け入れが減ってしまうので、こちらも1巡前はトーンを切るというのが正着になりますので、このヘッドレスの形も当てはまりません。で最後に5つ目の形になります。で5つ目の形はくっつきだった場合を考えたんですけども、こちらも1巡前に数ピンよりはトーンを切るはずなので、こちらのくっつきの形でもないということが分かります。で以上のことから親のイーシャンテンジュの形は、4乗配型であるということが言えます。このように、特定の状況では、相手のイーシャンテンの形を限定したりすることができます。でその限定することによって相手の町も多少絞ることができたり、安全と思われる範囲が増えるといった側面があります。でこのようにイーシャンテンの形を理解するということは、単に自分の手の理解を深めるだけではなく、
相手の手の理解を深めるといった側面もあるので、ぜひこの今日4つのイーシャンテンの形を覚えていただければと思います。はい。では今回のまとめになります。皆さんお疲れ様でした。まとめとしましては、イーシャンテンの4つの形を理解して、強い形から順番に探して、打敗をしましょうということですね。で、イーシャンテンは4つあります。余剰敗型、完全形、ヘッドレス、くっつき。で、下に行けば行くほど強いということですね。とにかくこの4つの形を覚える。4つの形を覚えて実践で活用していくということが大事になってきますというお話でした。はい。では以上で動画を終わります。また普段ほぼ毎日ですね、麻雀関係の動画をアップロードしてますので、よろしければチャンネル登録や高評価などしていただけると嬉しいです。それではここまでご視聴ありがとうございました。さよなら。